当時はもう千代の富士めちゃくちゃすごかった。マイケル・ジョーダンみたいな完璧な相撲取れるんだよね。僕は、体小さくて硬いがある人嫌いだったんですけど。俺も嫌い。大嫌い。ガマルチョバ元小結のガガマルです。よろしくお願いします。西さんに来ていただいてます。はい。ガマルコバちゃん。お願いします。ガマルコバちゃん何言ってんの？ガマルチョバアロハと一緒です。どうやって言うの？ガマルチョバこっちで言うんです。ガマルコちゃん。ガマルチョバ。ジョーバ。ガマルジョーバ。はい。ガマルジョーバ。今回はですね、はい現役時に取り組みをした、数々のスーパースターのお話を聞いていきたいなと思います。自分が入った頃にまず横綱が千代の富士で、その後貴ノ里で、若隆のお父さんが辞めたばっかり福島親方になっちゃって、当時大関が琴風も行ったり、北の海も横綱にその時も行ったりで、僕の時代に横綱になる人が北尾と小野国と北勝海、今理事長、理事長もそうだし、その後に揚げ物若隆武蔵丸が、僕最後のあいつらいじめられて辞めたの。俺はあの野郎先輩の全然あんなホワイ勢をいじめられて終わっちゃったあけぼのさんだったり武蔵丸さんっていうのは、彼たちまだでね、自分と同じ地元でパワーを相撲を持ってきたね。その後でね、揚げ物手長くて器用でね、2メーター近くあるし、相撲に合わせすごい難しい体でもある、背高いから。でもやっぱり手先が器用から、そのスパって相撲取れたっていうこと。武蔵丸もそう。武蔵丸まだね、体が違うってすごい丈夫なの。で、若隆もお兄ちゃんの方がやっぱり天才相撲取れるけど、弟の方や横綱貴乃花の方が体で力相撲を取るタイプだった。彼らじゃほとんど僕辞める前ぐらいの時代だから。でもそういう時代やっぱりよく稽古するよ。やっぱりそれはみんなずっと本気、あの時代だってしないと、だって横綱にならない、戦い相手も結構まだ強い、海洋とかね、まだ琴錦とか極道山とかまだ強い力士がたくさんいる時代でもあるんだよね。僕聞きたいことある。大関は僕はいつでも横綱になれる気持ちはもちろんあったと思うんですけど、もう慣れてもおかしくない場所で次の場所まで回される、ああいう時どういう気持ち？俺もね、本当に横綱になるためにもう横綱になるしか夢見てなかったの。でそれも人間面白いところだってね、痛みとか感じないの実はね、精神的に強くて、ただこう失敗した瞬間、その気持ちがなくなる瞬間に体痛みが走る、今までこう痛みがね、だから僕も何回もチャンスあってし、5、6回から失敗しても相手がすごいもんだって、なかなかこう1敗2敗だったらもう優勝できない。大体当時はもう千代の富士めちゃくちゃ相撲はすごかった。マイケル・ジョーダンみたいな、もうみんなでパーッと入れて入る。スピードと力の体の割に完璧な相撲を取れるんだよね。僕は、体小さくて硬いがある人嫌いだったんですけど。俺も嫌い。でも千代の富士の場合はね、正面から来る。まだ当たる。当時は正面みんな来るよ。前の海も上手にこう当たるけど、この引き足っていう、千代の富士もそう、体パッとぶつかる瞬間強く当たってバーンと下がるね。ただ崩せない。ずっと腰下ろしてままで残って左前道取って終わり。一番嬉しい僕が関取になった時に横綱2人勝って、その時若嶋津達が勝って、で最後に琴風で相撲を取って長い相撲を取って負けて、そこからずっと千代の富士と稽古することになったの。横綱のにうちの出稽古必ず来てた。全部名古屋場所、東京場所全部来てた。一番強い人と相撲稽古してたから。普段の稽古っていうのは取り組みのような稽古されて当然でもあるけど、取り組みと全く一緒。それが何十番もやるね。大体1時間以上やってるね。2時間ないもん。その後ぶつかり君2回ぐらいあるから。2回もあるんですよ。俺結構割とスタミナあって全然結構大好きだったから。僕は北の宮でなんか30番取ったら上がっていいだったんです。で30番終わってその後北の海さん来たんです。でも北の海さん来ていきなり終わられるわけないじゃないですか。で北の海さん必ず1時間半座るんです。で何にも言わないで上がるんです。それはめったにないです。北の海さんはもう当時もう理事長になってたんで、俺たち挨拶して何も言わずに上がるんです。気遣ってなんかこれ稽古しないとよかったよ。もうやばいから。そうだって師匠が座ったのに俺たちはい終わりますって、そんな失礼なことできるわけないじゃないですか。
でずーっと続けたら78番相撲取って顔が青くなっててうちの師匠も気分悪かったらもうずっと続けるよ。終わらない。朝5時から始まってね、もう12時半1時までやってんだよ。こんな結構てめえこんなとなんでこんな結構ずっとやってんの。まあそんな数えてないけど全然別にでもしんどくないんですよね。全然しんどくない。俺大好きだったもん。稽古終わるとめちゃくちゃ気持ちいいですよ。いやもうね、俺の場合はもう稽古しないと料理も全然美味しくない。もう気分悪い。いい稽古しないと今日の稽古腹立つ。もう全然もう喋んない。もうすぐチャックも食べてもシャワー入って風呂入って部屋暗くしてずっとこうやってね。気分上がらないってこと。気分じゃなくて自分で腹立つね。なんでこういう稽古だなって自分毎日目標があるからこういう。これ話20年前15年前聞きたかったわ。もうちょっと強くなってたかわからないんですよ。稽古やりすぎると気分悪くなって酒飲みになってたんで。いやだから俺も本当に多分意地悪先輩そんな少ないじゃん。あ、うちはもう少なかったんです。はい、うちも意地悪い人いっぱいいたから、その人たちがいるおかげで強くなった。そうですね。嫌な先輩何人かいて毎日それを燃えて毎日殺そうと思ってるんだからでも僕の中でルールの中殺せばいいって思ってるからだから毎日ね誰よりも僕一番最初稽古場一人で入ってるの。1時間前にもう稽古して大汗かいて先輩今でも言われるよ。お前稽古場がさもう鼻の穴がこう見えるぐらいもう牛のように燃えてるから待ってる。もう言葉はないけどお前たち殺すぜっていう。そうなんですけど上がるとそういう気持ち変わる。この人はもう嫌だなと思ってたんですけど、だからどう思いました？まだねあまりも番付上がる早いから先輩が分かんないの。みんな日本語だんだん覚えると先輩はあんまり強く当たるよとか言われるじゃん。俺まだ分かんないからそんなもん知らないの。稽古場行っても授業行ってもみんな中途半端じゃないね。まあ 50%、6% 使えるよ。俺は 100% 必ず顔バンバンぶつけるしそういうこと。日本語わかんないし、そう分かんないし、それが何が良かったらうちの先輩たちがおいこうスパレずっと言われるからその通りでやる。横綱で関係ないからバンバン稽古にでだんだんみんな嫌がるね。俺と稽古するの本気になってるからずっと。だからそのいろんな意味で環境と番付の上げ方が助かったの僕は。逆にもう何でも稽古になるよ。最後にね元気の時もワクワクしてだんだん勝ちよりその何ていうの稽古の結果を出さなきゃダメっていうもう全て稽古で決まってると思うよ。そういう教えも若い人にもいつも言ってる。この力士強かったなって思い出す一人って千代の富士やっぱり一番僕の中で体の割に俺と同じ体です。もう体を線がこう真ん中にあるね。その線を完璧に使うこのでっかい2人でも相手にならないんだよ横綱。それを崩して相撲を取るっていうことは千代の富士も完璧にあの体でも俺と同じ重みだ。体重的に相撲さんみんなそう。今回の場所名古屋場所見ればちっちゃい相手がいっぱい勝ってる。なぜかその自分のセンターに相撲を取ってるから。お相撲さんなぜこうちっちゃい人がでかい人を倒すっていうことは技もほとんどでかい人使えない。俺たちやる気にも押し出しとかスパルだけだもん。投げとかそういうないしそんな甘いかっこいい技あるわけないしそこまでいないと戦えないもん。だってみんな180キロ200キロのこのデブたちが相手にするから。ただ私たちデブいいところがその自分の体をうまく使えるとどんな強くても逃げられない。冷蔵庫のようにこう前にちゃんときちんと足を組んで噛んでこうやってちゃんと動けば相手何本やっても勝てない。だからそれを俺たちの稽古相手を目の前に置いて相撲を取るが大きい人の強さ。株持ってたよ。株持ってたんですか。親方では一番下から仕事が多いって聞きますので。チケットの1時間2時間で終わりじゃ仕事言いたくないけどあまりにも人気ありすぎて警備員できなかったって花道。小錦が警備員やってる警備員が小錦を警備員してる。